こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は3月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。モンスタートレイン3月4日からゲームパスに対応しています。過去にもゲームパス対応していましたが、再び追加される形になりましたね。カードを利用して戦っていくデッキ構築型のタワーディフェンスゲームで、そのタイトルの通り、列車を防衛しながらステージを攻略していく作品になっています。ただ残念ですが、今作は日本語には対応していません。ワンロンリーアウトポスト3月6日発売日初日からゲームパスに対応します。荒廃した惑星を開拓してコロニーを築いていく宇宙を舞台にした農業シミュレーション RPG です。今作では生身の牛を利用して昔ながらの農業をすることも、ロボットの牛や遺伝子改造した植物を使うハイテクな農業を行うことも可能になっていて、どちらで進めていくかはプレイヤーが自由に選択できると明かされています。また他の入植者が集まってくれば仲良くなって結婚できる要素も存在するとのことです。エンターザガンジョン3月11日からゲームパスに対応します。本作も過去にゲームパス対応していましたが、再び追加される形になりました。見下ろし型のローグライク弾幕アクションゲームです。Xbox 版のリリースは8年前とかなり古めな作品ではありますが、今遊んでも手触りが良く楽しく遊べるローグライクの名作です。可愛いキャラの見た目に反して難易度が高めなのも特徴ですが、比較的中毒性の高い作品なので、未プレイの方はぜひ触ってみてください。バレットマットジャック3月13日発売日初日からゲームパスに対応します。1990年代の OVA を思わせるようなタッチで描かれているのが魅力の高速ハイテンション FPS ゲームです。本作では敵を倒し続けないと命を失ってしまう主人公として、10秒ごとに敵を倒し命をつなぎながらステージを攻略していくことになります。右手に銃を、左手には電子端末を持ち、この電子端末には常に残り時間が表示されているのが特徴的です。サイバーパンクかつアニメ色の強い世界観をとても爽快な操作で楽しむことができる作品になっています。敵を血みどろにしながらガンガン倒していくアニメ FPS、とっても独創的なタイトルでめちゃくちゃ面白そうですね。プレイするのが楽しみです。33イモータルズ3月18日発売日初日からゲームパスに対応します。こちらは早期アクセス版としてリリースされます。スピリットフェアラーの開発陣が手掛ける最新作ですね。本作は死後の世界を舞台に神が下した最後の審判に抗う罪深い魂となって永遠の命を求めて戦うことになるローグライクアクションゲームになっています。最大の特徴はそのタイトルの通り33人のプレイヤーで協力ができるという点で、まさしく MMO のレイドバトルのような体験を楽しめる作品であると明かされています。武器種は弓や剣、杖なども用意されていて、能力の強化を行うことも可能。また繰り返しプレイすることによって永続的にアップグレードを行える要素も存在するとのことです。大人数で遊べるの楽しみですね。ここからは3月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。龍が如く5、そして6、2作ともに追加から4年で終了となります。前回2月末で3と4が終了となりましたが、引き続き5と6も外れる形になります。5の方は2012年に PS3 でリリースされた作品のリマスター版、そして6の方は2016年に PS4 でリリースされたタイトルを移植した作品です。今回掘り下げてご紹介したいのは6の方で、こちらはもともと 30fps で制作されたタイトルなんですが、Xbox シリーズ XS では FPS ブーストに対応しているため 60fps で快適にプレイすることができるようになっています。今となっては6に続くキリュウちゃんの物語が作られていますが、もともと龍が如く6は桐生一馬の最後の物語として制作されたタイトルでもあります。ストーリーに関して桐生一馬の物語の最終章としては盛り上がりに欠けるとは感じましたが、7外伝や8が作られた今なら当時と比較すると楽しめるかなというのが個人的な感想です。
3、4、5と比べるとかなり綺麗になっているので、気になる方はぜひです。スポンジボブ、スクエアパンツ、バトルフォービキニボトム、リハイドレート。追加から1年で終了となります。2003年に PS2 や初代 Xbox などで発売されたタイトルのリメイク作品です。アニメ、スポンジボブを題材にした 3D アクションゲームの今作では、おなじみのキャラクターたちを操作して、どこか懐かしさを感じられるゲームプレイを楽しむことができます。日本語字幕だけでなく、日本語音声にも対応していますよ。ノーモアヒーローズ3。こちらも追加から1年で終了です。Xbox では360で発売された1作目以来、12年ぶりのリリースとなった国産アクションゲームですね。終始様々なアニメや漫画、ゲーム、映画のパロディネタが満載の、とにかく徹底してふざけて作られたバカゲーです。今作では遠い宇宙から地球を侵略しに来た凶悪な王子様とその10人の配下たちを相手に1人ずつ倒していくという少年漫画の王道のようなストーリーが描かれます。王子の非道っぷりから始まり、あまりに個性が強すぎる配下たちとの戦闘は毎回ユーモアに溢れていて、某有名 RPG のような単性コマンドバトルや某有名大乱闘ゲームのような戦闘、また時にはホラーゲームのような演出を楽しめるなど、とにかくストーリー全体を通して飽きさせないような展開が続く点が魅力でした。ゲームはオープンワールドで作られているものの、世界は狭く、イベントも少なめ、かつ基本は同じことの繰り返しですが、ストーリーには強烈なインパクトがありましたので、ふざけて笑えるゲームを楽しみたいって方にはおすすめな作品です。他のゲームにはない独特なセンスを堪能することができますよ。私のプレイでストーリークリアまで9時間ほどでした。イビルウエスト、追加から1年で終了です。ヴァンパイアハンターとしてアメリカ西部を舞台に怪物と戦っていく三人称視点のアクションゲームです。本作はステージクリア制の作りになっていて、一本道のステージを進めながら近接アクションと遠距離攻撃を駆使した戦闘を行っていく感じの作品になっています。なお、今作の Xbox 版は日本語対応しているものの、日本未発売のため海外のみで配信されています。ソーラーアッシュ、追加から1年半で終了となります。過去の偉大な文明の廃墟が立ち並ぶ夢のような世界を舞台にした 3D ハイスピードアクションアドベンチャーゲームです。今作ではブーストダッシュやダブルジャンプ、グラップリングフックが使える他にも、スケーターのようにレールをグラインドしたりといった豊富な移動アクションが用意されていて、幻想的な世界を快適な操作で駆け巡り、探索を行うことが可能。また、グロテスクで暴力的な生物の群れを倒したり、巨大なボスを倒したりといった戦闘要素も存在して、こちらもスピード感あふれる操作で楽しむことが可能です。全体を通して疾走感が素晴らしくて、操作していて気持ちいいですし、巨大なボスとの戦いでの演出もうまく、個人的に結構好きでおすすめの作品です。ゲームボリュームも比較的コンパクトで遊びやすい名作なので、テンポのいいハイスピードアクションを楽しみたいって方には、ぜひ触ってみてほしいです。私のプレイでクリアまで6時間でした。ライズオブ P、追加から1年半で終了となります。ソウルシリーズの影響を強く受け作られた、童話のピノキオをモチーフにした高難易度アクション RPG です。ゲームシステムはローリングや強攻撃、ジャストカードやバックスタブなど、ソウルライクゲームを触ったことがある方なら馴染みやすい操作になっていて、敵や罠なども本家を触っていると思わずあるあるとうなずけてしまうような配置で作られている印象です。ただ寄せているだけでなく、ステージ構成やボス戦、世界観や BGM など、あらゆる面においてとても丁寧に作られていて、今なお様々なメーカーからリリースされているソウルライクタイトルの中でも、かなりクオリティの高い作品です。今年の夏には追加 DLC のリリースも予定されている今作、もしまだ未プレイの方いましたら、ぜひ一度は触ってみてほしい名作です。私のプレイで1周クリアまで30時間くらいだったかな。実績コンプには周回プレイが必須となっています。ということで今回は3月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと3月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。
よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。